皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、香港の国家安全法に絡んでイギリスの反応と、そしてたまには中国の言い分も聞いてあげようという回にしようと思います。まず香港の国家安全法が施行されて、もはや香港には中国共産党を批判する、そういった自由はありません。中国共産党を批判することは、それは犯罪者になることを意味します。そして国家安全法の施行直後からすでにその法律を使っての逮捕者というものも出ています。これに関して欧米からの非難の声というのが出ているのですが、実際の行動として現れているのは、まずはアメリカからの制裁法案などがこれから動き出してきます。そしてもともと香港の宗主国であるイギリスがこの件については動き出しました。それはイギリスへの移住を可能にする海外市民パスポートの制度改定といったものを明言しています。一方、これまで中国側の意見については私は取り上げてきませんでした。そもそも聞く必要があんまりないと思うわけですが、今回はたまには中国側がどのような意見を持っているか見ていきましょう。そして中国側の意見を聞けば、より皆さんにとっても世界情勢を理解する上で良い情報となるはずです。それでは関連ニュースを見ていきましょう。ジョンソン首相、香港の300万人にイギリス市民権への道示す。イギリスのボリス・ジョンソン首相は1日、香港市民300万人に対し、イギリスの市民権や永住権の申請を可能にする方針を明らかにした。中国政府が施行した香港国家安全維持法が自由を侵害しているため、イギリスの植民地だった香港からの逃げ道を作るとしている。対象となるのは、1997年の香港返還以前に生まれた香港市民が持つことができるイギリス海外市民パスポートの保持者。現時点で35万人いるほか、申請の条件を満たしている人が260万人いるという。国安法は、香港での反逆や扇動、破壊行為、外国勢力との結託などを禁止するもので、違反者は最高で無期懲役が課される。BNO パスポートは、本来は渡航許可証であり、イギリスへの渡航についても6ヶ月のビザなし渡航しか認められていない。保持者に自動的に就業や居住を認めるものでなく、社会保障の対象にもならない。しかし、イギリス政府の新しい計画では、BNO パスポート保持者とその扶養家族は今後、イギリスに5年間滞在でき、就業・就学も可能となる。5年の時点で永住権の申請ができるようになり、さらにもう1年滞在することで、市民権を得る資格が与えられるという。首相の報道官によると、現在香港にいる BNO パスポート保持者はすぐにイギリスに渡航でき、通常の入国審査を受けるだけでよい。また、ビザ取得にあたっての年収制限もなくすという。英中声明を明確かつ深刻に侵害。ジョンソン首相は下院での演説で、香港国家安全維持法は1985年の英中共同声明を明確かつ深刻に侵害していると指摘した。英中共同声明は1997年の香港返還の道筋を示したもので、返還から50年間は一定の自由を認めると定めている。香港の高度な自治を侵害し、共同声明によって守られている自由や権利を脅かしている。中国がこうした方針を取り続けるなら、我々は海外の BNO パスポート保持者に対して、イギリスへの新しい逃げ道を作り、居住・就業許可とともに、長期滞在の権利を、さらには市民権申請の機会を与えると明言する。これが今まさにイギリス政府がやろうとしていることだ。ドミニク・ラーブ外相によると、イギリス政府は受け入れ人数や割り当てを設けない方針で、申請手続きも簡素化する。最大野党労働党は、政府の方針を歓迎した一方、収入やその他の要素で受け入れ対象を狭めるべきではないと強調した。さらに、国連を通じて国際機関などと協力し、香港における警察暴力の調査を進めることや、中国との通商関係の見直すことなどを政府に求めた。欧米側の報道を中心に私は伝えているので、たまには中国側の報道も見ていきましょう。香港地区国家安全維持法53カ国が支持。国連人権理事会で53カ国が香港地区国家安全維持法への支持を表明したことを受け、外交部の趙立堅報道官は1日の定例記者会見で、こうした正義の声は人々がおのずと公正な道理の判断をしていることを改めて示していると述べた。趙報道官は、
国家安全法制定はその国の主権に属する。中国の全人代が中国憲法と香港基本法の規定に基づき、香港特区において国家の安全を維持する法制度と執行メカニズムを国家のレベルから確立し、整備するのは、香港地区の国家安全における法的空白を埋め、国家の主権と安全をしっかりと維持する必要な措置であり、一国二制度の長期安定的持続を確保する根本策でもある。この立法が取り締まるのは、国家の安全を危険にさらすごく少数の違法な犯罪行為と活動であり、圧倒的多数の香港住民の安全と法に基づき共有する諸権利・自由を保障するものであると指摘。香港特区の林鄭月娥行政長官も、香港地区における国家安全法制定を指示し、香港地区国家安全法制定の問題は人権問題では全くなく、ましてや政治問題化すべきではない。少数の外部勢力が人には言えぬ目的から人権の名を語り、実際には干渉をしているが、その傲慢さと偏見、そして他国の内政に欲しいままに干渉する本質を覆い隠すことはできないと述べた。海外市民パスポートのその制度改定を行い、それによってイギリスへの移住も可能にする、そういった道を開くというのは、今回が初めて出た話ではありません。それこそ、香港版国家安全法を制定するぞという動きが出た時に、最初に出てきた話でもありました。ただしその時は、本当にそのような改定を行うかどうかというのは少し疑問符がついていました。何しろ、最大で300万人程度が移住することになるかもしれないというのですから、イギリスの内情から考えると、果たしてイギリスの議会やもしくは国民がこれを支持するかどうかというのは不透明だったからです。しかし、今回の記事を見る限りにおいては、イギリスの議会はこの件については賛成のようです。ですから、ジョンソン首相が推し進める限りは、この法律は通り改正される方向になるでしょう。ですから、香港市民が脱出したい。しかし、自分には収入がない、資産がない。だから、他の国に移住するための経済的余裕がないという人たちに対しても、イギリスへの移住というものが見えてきました。これまで香港市民が海外へと脱出するときにはどうしても先立つもの、お金や収入がない限りは難しいのが現実でした。ただ、少し気にかかるのは、イギリスの議会がこれに賛成したとしても、イギリスの国民が果たしてどこまで賛成するかというのは疑問です。例えば私もこの問題に関して、いっそ香港の人々が政治難民として日本へと移ってくる、そういったことを検討すべきではないかといったことを動画の中で発言していますが、インターネット上ではそのような形で難民を受け入れるのは間違っているという意見も日本国内にはあります。そしてこのことはイギリスについても全く同じようにあります。例えば、イギリスは EU からの離脱、ブレグジットを決断したわけですが、その離脱する理由の一つとしてこの難民問題がありました。アフリカ大陸や中東から EU へと流れ込んでくる難民の人々、その人々が向かう先の一つとして人気なのがドイツやイギリスでした。そして EU の一員であった時代にはそれらについて押しとどめるということが非常に難しく、そのためにイギリスには難民が多くなだれ込み、そしてそれらの人々による給与水準の引き下げやもしくは職の奪い合いといったもの、さらには文化的な衝突、治安の悪化といった様々な問題が発生しました。それによってイギリス国民は難民問題が非常に耐え難いものであり、EU からの離脱をすべきだという意見に傾いた、そういった背景があります。ですから、香港からもしかしたら300万人来るかもしれないぞとなれば、それこそ EU から離脱した時のような難民問題というものが再燃するかもしれないというのが、イギリス国民にとってはもう一度大きな問題になるのです。ただし、この問題に関して言えば、もともと香港の宗主国は一体どこだったのかといえば、それはイギリスです。ですから、このイギリスと中国との関係性においては、もともと香港の宗主国がイギリスだったのだから、その返還先の中国で問題が発生した、その責任を取るよというのであれば、この300万人が移住するその先として、イギリス本国になるというのは、ある意味、責任の取り方としては問題はないと言えるでしょう。さて、一方で中国側の意見も今回は初めて取り上げたと言えます。基本的に私は中国側の意見はほとんど聞かないわけですが、今回についてはある意味公平性を持たせるためにも一度記事を取り上げてみました。
まず今回の件について言えば、香港国家安全法を制定したことに関して53カ国が支持しているよ、これほどの多くの国が支持しているんだというのを強調しています。中国にとってこの53カ国は一体どのような意味を持つのか、それは国際的に我々の言うことの方が正しいのだという数の論理を使っています。実際この53カ国が一体どのような国々なのか、ちょっとインターネット上では分かりませんでした。他の記事などにおいては、この53カ国を代表して支持を表明した国の名前としてキューバが挙がっていました。そのキューバの名前が挙がっていたことにより、なるほど、旧共産圏の国々の名前が並んでいるのかな、もしくは中国が支援しているアフリカ大陸やもしくは世界中に散らばる小国が名前を連ねているのではないか。あと忘れてはならないところとしては、反米国家の多い中南米なども中国とは非常に仲のいい国があるのを忘れてはなりません。そのような国々を全部集めたら53カ国ぐらいにはなるかもしれないと私は思いました。またこれだけの国々が名前を連ねていることからもわかるように、中国が一体どれだけ自分たちの勢力を広げるためにお金を駆使しているかというのがよくわかるというものです。しかし今回の件で中国側がいくら自分たちが正しいといったところで、その正当性を見出すのは非常に難しいものがあります。そもそもこれは内政問題だから他国が干渉するなと言っても、そのような意見というものは歴史上においては実はあんまり通用するものではありません。例えば第二次世界大戦時においてアドルフ・ヒトラーはナチスドイツを率いて領土を拡大していきました。その広がった領土内においてナチスはユダヤ民族に対する弾圧を行っていました。これは戦争の時代に起こった出来事ですが、しかし同時に内政問題でもあります。ですから内政問題だから他国が干渉するなというのであれば、ユダヤ人に対する弾圧というものはどこの国も批判してはいけないのでしょうか。そんなことはありません。また第二次世界大戦が終わった後においても、例えばポル・ポト政権はそれ強権政治によって国内の知識層などやもしくは反政府型の人間に対して強力な弾圧を加え、それによって人口が大幅に減少することがありました。そのようなことも例えば内政問題だから他国は干渉するなと言ってそれを正当化することができるでしょうか。そして現代について言っても全く同じで、例えばチベット問題にしてもウイグル問題にしても確かにそれは内政問題です。しかしそれが批判の対象にならないかといえばそんなことはないのです。そして同じように香港でも多くの人々の人権が弾圧されるのであれば、それは批判の対象であるのは当然だと言えるでしょう。それは内政問題だから他国が干渉するなという話とは全く別次元で、それは批判されるべき問題なのです。皆さんはこのニュースを聞いてイギリスの行動や中国の言動についてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして気に入った動画の時にはぜひとも拡散をお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。